モデロチャンネルにようこそ。私モデロと申します。よろしくお願いします。今回はリアルグレードシャア専用ザク2を制作してみました。最初期のリアルグレードですね。このシャアザクをリアルタイプ風のカラーに仕上げてみたいと思います。そもそもリアルタイプはモビルスーツが実在したらというアイデアなので、実在のミリタリーカラーみたいな解釈で進めてみます。それでは箱を開けていきます。ランナー数はリアルグレードでは普通ですね。パイプがパーツ分けされていますね。トータルで62個も使います。パーツの一部にスプリングが使用されています。リアリスティックデカールが付属しています。ニッパーを使って仮組みをしていきます。ランナーから少し残しながらカットして、アルティメットニッパー 5.0 で2度切りしていきます。パイプは棒に差し込んで、その後切り離します。そして仮組みはこんな感じになりました。なかなか良いプロポーションですね。ディティールもあり、リアルグレードシリーズの気合みたいなのを感じます。構造を簡単に確認してみます。パーツは細分化されていて、目立つ合わせ目は少ないです。パイプは別パーツなのでリアルですね。足がスプリングなのは関節に連動させるためですかね。スライドギミックがありました。このキットはとにかく細かいモールドが随所に施されています。続いて可動関節を確認してみます。まとめると大体こんな感じになります。それなりの可動範囲を持っていますね。ただ自立がちょっと難しいですね。次に加工処理です。ヤスリ掛けを行います。平らな部分は320番の板付きヤスリで削ります。続いて600番のヤスリスティックを使用します。三角形状なのでたくさんのディティールやモードを潰さないように削れます。とても便利です。その後800番のスポンジヤスリで整えます。パイプパーツは丸い棒ヤスリにはめて三角の棒ヤスリで削りました。62回も同じ作業をしたのでなかなか大変でした。次に既存モールドを毛書き針で彫り直します。ゆっくりとなぞります。モールドが大量でかつ細かいのでこの作業もなかなか大変でした。続いて筋張りを追加します。目立つバズーカの合わせ目を段打ちモールド化します。筋彫りカーバイト 0.25 で彫ります。だいたいこんな感じですかね。次に塗装です。充電式のエアブラシを使用して水性ホビーからエークイアスで塗装していきます。まずはグレーのサーフェーサーを塗装します。水性塗料は乾きが少し遅いので塗りすぎによる液だれに注意です。希釈の比率は塗料溶剤1対 0.6 くらいです。薄めより濃いめの方が個人的には扱いやすいです。また水性サーフェーサーは少し塗料が付着した方が食いつきがいいのと、乾くと結構ムラになるので無理に1回で塗ろうとせず2回に分けた方が安心です。シルバーと黒鉄色の下地用にブラックのサーフェーサーを使用します。メタリックカラーの下地に使うと重さが増すと思っています。スプリングパーツは何もしない予定だったのですが、気づいたら錆びていたので塗装します。そしてこの62個のパイプパーツは時間がかかりすぎるのでサーフェーサーはスルーしました。次にカラーを塗装します。まずはブラウンです。カラーも1回で完璧を目指す必要はないです。だいたいこれくらいでいいと思います。乾くと結構ムラがわかるので安全な2回塗装がおすすめです。ただリアルグレードはパーツが多いので管理は少し大変です。62個のパイプパーツは棒に通して塗装します。棒が細くてリンクが回転して塗るのが少し大変でした。続いてココアブラウンを塗装します。これは戦艦の艦艇に使われるカラーみたいです。なかなか面白いカラーだと思います。続いてダークアースを塗装します。これは A 空軍機に使われるカラーみたいです。昔のプロペラ機の頃ですかね。続いてシャア専用機レッドを塗装します。ランドセル部分に使用しました。3倍のスピードの謎はここにあるといった感じでしょうか。続いて赤鉄色を塗装します。ちょっと赤いんだろうなと思ったのですが、思ったよりもグレー調でした。でもいいカラーだと思います。続いてティターンズブルー1を塗装します。武器に使用しました。ブルーと書いてありますが、まあグレーですね。でもこのカラーも好きです。続いてシルバーを塗装します。内部フレームやバーニアに使用します。モデルはシルバーが好きなんですよね。どこかには入れたいカラーです。続いて黒鉄色を使用します。こちらも内部フレームやアドバンスト MS ジョイントに使用しました。
最後にクリアオレンジを塗装します。武器のクリアパーツに使用しました。ランナーについた状態で塗装します。カットしても目立たないと思うのでこれで OK です。エアブラシ塗装が終わりました。次に部分塗装です。ヒートホークのパイプ部分をブラウンで筆塗りしていきます。次に墨入れです。墨入れブラックで塗装していきます。リアルグレードザク2のモールドは細かすぎて墨入れが今までで一番大変でした。次に物合い加工です。別売りのメタルパーツとクリアパーツを使用します。既存のクリアパーツを外しておきます。ダボーニッパーでカットします。軽くやすって削れた部分は筆塗りしておきます。使用しないデュアルスティックデカールに接着剤をつけてクリアパーツを接着します。乾いたらシールを剥がします。メタルパーツにシールを貼ります。最後にメタルパーツを接着します。失敗しないためにマスキングテープの上に乗せて接着します。テープをゆっくり剥がして軽く押さえたら完成です。次にデカール貼りです。今回は専用の水電車デカールを使用します。レイアウトに悩まされなくていいのが利点ですね。貼りたい場所にデカールのりを少量つけます。デカールのりは水水ホビーカラーを溶かさないので安心です。そして綿棒でスライドして乗せます。位置調整して余分な水分を押し出します。デカールのりは軟化剤が入っていないので曲面へのデカール貼りは少し難しいです。小さい部分はピンセットでつまんでそのまま乗せます。すごく楽です。次にトップコートです。艶消しクリアを塗装します。この希釈率も塗料溶剤1対 0.6 くらいです。少し濃いめの方がべったりつかないので個人的にはこの比率が好きです。最後にクリアパーツのメタルパーツをはめます。それではこちらが完成したシャア専用ザク2になります。ではレビューです。まずカラーのレビューです。リアルタイプのカラーですが、かなりいい感じが出せたと思います。実際こんなカラーでは戦場に行かないと思いますが、シャア専用機ということではありそうなカラーです。今回に限らず、モデルはミリタリーカラーをよく塗装に使用します。サイドが高いカラーは悪目立ちしたり、統一感を阻害しやすいのですが、ミリタリーカラーはサイドが抑えめなものが多くて、とても扱いやすいです。墨入れは今までで一番時間がかかりました。かなりディテールアップしたと思います。リアルグレードザク2のモールドの多さや細かさはパーツが細かいのでエナメル溶剤の使用難易度は高めですね。つけすぎるとテンションのかかったパーツがよく割れます。今回結構割れて調整時間を捉えました。こちらが今回使用した塗料になります。詳細は動画説明欄をご覧ください。次に加工です。モノアイのメタルパーツとクリアパーツの変更はなかなか存在感がありますね。仮組みと完成を比較してみます。赤系ですがサイドやメイドが抑えめなので渋みが感じられると思います。以前制作したリアルグレードシャア専用ズゴックとカラー比較してみます。ズゴックはカラーレシピをかなり忠実に再現しましたが随分印象が変わりますね。次に武器の確認です。こちらはザクマシンガン。あえて単色で塗装しました。スコープはクリアオレンジで塗装したので、いいアクセントになったと思います。ザクバズーカ。こちらも単色で塗装しています。スコープも良い感じです。そしてヒートフォーク。一部ブラウンに塗装しました。では、最後にポーズをつけてみたので、こちらをご覧ください。いかがだったでしょうか。
今回はリアルグレード社専用ザク2を制作しましたが、リアルタイプ風カラーは空想のモデルが現実味を帯びるような、そんな楽しみがあると思いました。ミリタリーは詳しくないのですが、カラーリングのバリエーションとしてガンプラの幅も広がりそうです。また他の題材でリアルタイプにしたいと思っていますので、またのご視聴よろしくお願いします。それではまた。